りあえず中身を出すね。説明書。重いお餅だよ。本体。はい、これが FF ヒーター本体です。小型犬くらい。リモコンとスイッチ。燃料の吸い上げポンプ。筒、あったかい空気を出す。で、これがチューブ。これあれじゃないの、なんだっけ、タンクからのやつ。タンクからの、ガソリンを入れるやつ。そうそうそう。と、これが排気のところのこれか、ここか。排気のこれね。これは穴開いてるけど、あれ排気の。全部廃棄するでしょ。もう吸わない、全部出すだけ。あ、じゃあこれ吸うやつだ。そう排気の逆のやつ。吸気のパイプとゴミが入んないようになってる。つるつるついてるんですね。で、こいつは廃棄。外に出す。これが熱くなるから。だからここにバンドを巻く。バンドも熱くなるからバンドを巻くんだけど、このバンドがこれが高圧のやつでも大丈夫。高圧？潰れちゃう系のやつだ。違う。耐熱でしょ。高い温度でも大丈夫ってことで、これが結束バンドの耐熱があるやつで、これで巻きます。で、これが電装系、電気系で、これは吸い上げのポンプをねはめて、で止めてやると車に。ウイスキー入れて飲むやつ。違う。ベースプレート。あらゆる部品を止める金具と、最後にチューブ。これはなんだっけ、これタンクからのやつのところにチューブでしょ。接合していくときに全部一発チューブかませるらしい。これは後でね、なんか詳しいことは動画で撮るけど、以上です。はーい。ここからアニメーションで説明していきます。まずは FF ヒーターの大まかな構造を説明します。 FF ヒーターとつないだ吸気と排気の管を車外に出します。管の先にはそれぞれマフラーとエアフィルターの部品がつきます。今回はポリタンクではなく、車のガソリンタンクから燃料を分岐させる方法を紹介します。燃料タンクから本体までのつなぎ方は、燃料を T 字パイプで分岐させ、フィルターを通ってポンプで吸い上げてヒーター本体まで持っていきます。ヒーター取り付け用の穴開けから動画でご覧ください。こうだな。で、ここが一応3センチ欲しいんだと、クリアランスがね。で、ここからダクトも多分つなげれるから。無理だわ、私。あるよ。あ、折れた。吸い上げポンプは車外につけるので、ポンプの配線もベースプレートを通して車外へ出します。これとこれ別なわけじゃないんだ。こういうね。これとこれでしょ。しました。これに合うやつだけ外に出さなきゃいけない。これじゃね。あとこれだもんだって。それはプラスのヒューズと、これは形が違う。それはあれかな、コントローラーかな。ほら、これだね。これを外に出す。そうだね。ここに入れるってことね。そう。
でこれで外まで線を持っていけるじゃん。じゃあこれで一回これで設置します。で OK。排気と吸気それぞれのホースを取り付けます。下まで行っちゃっていいんですか？下まで行っちゃった。ホースと本体のつなぎをスロートクランプで固定します。締めます。これ以上は舐めちゃう。排気の管に別売りの耐熱バンテージを巻きます。耐熱バンテージはすごくチクチクするので肌に触れないように気をつけました。巻き終わったら耐熱バンテージに付属されたバンドで3箇所固定しました。次の工程の燃料チューブのつなぎ方をアニメーションで確認します。今回燃料は車のガソリンタンクから引っ張るので図のように組みます。車のガソリンタンクから T 字で分岐させ、フィルターを通してポンプで組み上げ、 FF ヒーター本体へ燃料をもらいます。 T 字分岐から先は図の順番で組みます。 T 字分岐、フィルター、ポンプの順に付属の燃料チューブで連結させます。燃料チューブと部品の間は付属のゴムチューブを分割して連結させます。私たちは図のように6等分にしました。燃料チューブは3等分で使用しました。燃料チューブと各部品を連結させるためにゴムチューブを挟んでスロートクランプで固定します。全部つなぎ終わると図のような出来上がりです。ここからが重要ポイントです。多くの方は図のように付属のタンクに接続すると思いますが、今回はこのように燃料パイプを分岐させ車のガソリンを使います。レギュラーやハイオクは使えないので気をつけてください。それでは赤丸の部分を詳しく説明します。もともと車は燃料パイプをゴムチューブで連結させているので、その連結させているゴムチューブを外して2分割し、間に別売りの T 字分岐パイプを挟んで燃料をもらいます。その後は先ほど同様連結部分をスロートクランプで固定します。これで燃料の分岐部分は完成です。一見難しそうなヒーターの取り付けですが、一つ一つ確実にやれば大丈夫です。ちなみに付属のポリタンクからのつなぎ方も同じで、車のガソリンを使うか付属のポリタンクに灯油を入れて使うかの違いです。それでは実際の映像でも確認してみましょう。わっくせえ。タンク、これが燃料タンク、これに軽油ガソリンが入ってます、そうでこれに燃料が来てるんだよね、こっちから来て向こうにね。でこれのこの分岐があるでしょ、これのこことここを外してやって、ここからここまでのゴムチューブを取ってやると、こっちからこっちまで燃料が行く途中でこっちにヒーターにもちょうだいよっていうね。錆びて全く意味のない状態になっちゃってで取れましたと。で本来であればここからガソリンが
動画撮るの忘れてた。シャーシブラックを OK かな。まず電気いくよ。もうこれ真っ黒でさ、いった全部。 OK、 下ろすよ。そしたら私は電気の配線を、あと蛇腹チューブを渡すっていう使命が残っている。スイッチパネルからの配線を平型ギボシを使ってヒーターの配線とつなげました。車体下の状態を紹介します。まずは車のガソリンタンクからの T 字分岐。この燃料分岐はなるべく垂直に設置します。チューブや配線が裸んぼになってしまうので、全部コルゲートチューブで覆って保護しています。保護したチューブたちを車体に這わせて結束バンドで車体に固定しました。配線を追って見ていくと、次は燃料フィルター。フィルターもなるべく垂直に固定します。次に見えてくるのは燃料吸い上げポンプ。ポンプは15度から35度くらいの角度で設置。位置が良かったのでポンプと吸気の先をまとめて固定しました。赤く丸で囲んだところから車内へ引き込んでいます。耐熱バンテージは付属の耐熱結束バンドで固定して、この先につけたマフラーは車体の横、外側に出るようにし、水抜き穴があるのでこの穴が下を向くように固定しました。まず今回は3番目でしょ。だいたい起動から3分ぐらいであったかくなってきた気がする。まだこうやって当てられるぐらいだからだいたい3分ぐらいで、今3分だからだいたいあったかくなり始めるって感じかな。いい感じ。いい感じね。4分で完全にあったかい。完全にもあったかい。熱い熱い。椅子のところの中に FF ヒーターをつけたので、あったかい風が出る穴をここに開けます。でその蓋がここにつく状態ね。この穴開けのやつ。すごいぴったりだね。すっごいぴったり。これもサイズ見とこうか。大丈夫。これと交換にね。いい感じ。もうぴったりですね。動かない。でこれで上から取るか。緩めて。玄関にずっと置いてあったこの謎のね。じゃじゃーん、できました。
取り付けます。この大きさにくり抜くので、これの大きさをここに移しましたと。じゃじゃーん。でこれを切っていきます。今回お借りした道具こちら。で最後にこの人をここにこうね、これを通しました。でこっちに来ました。これのやつにつなげます。カチッと。完成しました。Our first time, our first date. You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Don't waste time to my place. I feel my heart erase. So catch me if I fall.